ゃーん、こちらでーすっていう動画もね、撮ってたんですよ。もうこんだけのもんなんや。食べかすみたいになってる。ここ全部にこれをこう巻いていくと。熱っ熱っ熱っ。思いついたらやってみなあかんねんって。ジグソーチャンス。特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。今日も改造していきますよ。今回のターゲットはじゃん、ゾンビブレーカー。これを今回はね、でっかくしますよ。最近ショート動画ヘイパウチというシリーズやってまして、その中ででっかい剣を紹介したんですけど、これ改造する様子を皆さんにお見せしても意外と喜んでもらえるんじゃないかなと思って今回やってみたいと思います。で、僕は大体剣をでっかくするときにこういう木材、もう本当にただの木材です。こういうのよく使うんですよ。今回も木材絡めていこうと思います。今、ギーツ本編で道長くんがだいぶ面白いでしょ。熱い展開になってるんですよ。半分ジャマトになってね。どうなっていくのかワクワクしますけど、その彼の武器、ゾンビブレーカー、これもうほんと秀逸なんですよ。ここ押してる間ずーっとこう、ウィーンって言ってるとかね。これ今までにないのよ、こういうの。こうやると、こうチャージしてる感じでしょ。で、こっちないっていうね。これもすごいのよ。ただやっぱライダーおもちゃあるあるですけど、劇中ででっかい武器はでっかく発売されません。ちっちゃくなって発売されちゃいます。なのでこれを今回でっかくしたいと思います。でかい武器はロマンでしょうね。それはもう揺るぎない事実なんです。よっしゃ、どうなるかわからないけどやっていきましょう。今回の改造はプロップ再現ではありません。あくまでもパウチオリジナルで作る動画全編です。チャンネル登録よろしく。じゃあまず分解してどういう風にやればでっかくできるのかを探っていきましょう。僕が武器をでっかくするときってね、もうほぼ DIY ですから、ちょっと楽しみにしててくださいね。はい、パコ。あ、すっごいシンプル構造なんや。うわー、素敵。やりやすいかも。あ、これも複製しやすいやんか。これチェーンソーで最もこれ刃の部分ですね。これをね、今回いっぱい複製して長くつけようと思います。ダーッと。で、分解して戻すときなんですけど、こうやって写真撮っとくとね、それを見ながら戻していけるのでやりやすいと思います。この写真に何回も救われてますからね。あ、基板が取れた。これ音量ブーストもちょっと後でやってみますね。そろそろ取れてくるかな。うわ、取れた。おー、電池が吹っ飛んだ。よし、取れた取れた。いやー、なんかこないだビルドドライバーのぐっちゃぐちゃなやつ見た後やから余計にすっきりシンプルがありがたい。よし。あ、もうこんだけのもんなんや。食べかすみたいになってるやん。食べかすは良くないか。ゾンビに寄せすぎてるか。ゾンビにも寄せてないのか。何を言ってんねん、ずっと。おー、全部取れた。ほら、シールはここまでしかないね。うまくできてるよね。ほんとこういうアイデア見るとゾクゾクするよね。こんなんも見てみ。むっちゃ良くないこのパーツ。これ、なんかわからんけど、無意味にね、透明のレジンで複製して持っときたい。これ一個こうやって。ポケット入れといて。たまに見て、へへっつって。ポケットしまって、またちょっと歩いて、また取り出して、へへっつって。過去動画も見てね。告知させてください。先日チャンネル登録者数が23,000人を突破しました。皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。感謝のプレゼント企画を Twitter で走らせております。僕が改造して作ったこれあげます。15日締め切り、16日当選者発表。ぜひエントリーよろしく。で、ギミックの確認なんですけど、まずこれで電源入りますね。トリガーに触れる通常の攻撃音。この基板の裏にポイズンチャージできるボタンがありますね。で、待機音が鳴ってトリガー。タクティカルブレイク。まあこういう感じなんですけど、やっぱこのね、チャージしてギューって勝手に戻ってくるギミックっていうのはあった方がいいと思うんですよ。で、まあ普通に考えると持ち手がここにあって、持ち手延長するにしても、まあとにかくこうやって刃の部分を伸ばして、ここ全部にこれをこう巻いていくという感じでいくと思うんですけど、なんかどうせなら上にあった方が、まあこう想像してね、上にあった方がここを持ちながらガチャンってやった方が、なんか手前でちょこんってやるよりも、先端でガチャンって大きい動きを意識してやる方がかっこいいんじゃないかなと思うんですよね。その場合、この長いギアが持ち手のとこまで食い込んでるので、持ち手はそのまま活かしてここに貼り付ける。こっちはこっちで持ち手を別に作る。っていうやり方かなと思うんですよね。なのでやっぱ迫力重視でここにつけましょうかね。ちょっと難しいけど、まあトリガーの線はビヨーっと導線伸ばしてきてここでガチャガチャできるようにちょっとやってみます。いや、自信はないけど、思いついたらやってみなあかんねんって。それで今まで乗り切ってきた。怖えー。進めていこう。じゃあいろいろやる前にまず時間かかりそうなこの刃の複製からやりましょうか。いつも通りお湯丸を使うんですけど、ちょっとこれだけでは足りないので、今回ですね、なんと Amazon でお得用お湯丸っちゅうのを頼んでみました。こんな感じ。これがいっぱい入ってます。情報は動画概要欄に載せときますんでね。こんな感じで。綺麗ですね、お湯丸ね。これが10個。全部でこんだけです。すごいよね。熱湯を注ぐ。熱気をつけろ。これで3、4分置きます。ウルトラマン。いやー、熱僕熱いのしゃあないもんな。熱いうちにやらんと。なんとなく形を棒状に整えて、これをズボッといけ。がっちり肩がしっかりつくように。おー、見える？これなんか綺麗な骨の標本みたいな。かっこいいね。余計な部分はハサミで切り取りましょう。水道水で締めました。お
おー、素晴らしい。この辺ちょっと汚くなってるけど、まあこれはよしでしょう。なんかもう、旅館の鍵のこういうやつ、これで作りたい。この模様、旅館の鍵の、わかる？黄色とかオレンジとかの、わかる？俺だけが興奮してんの。みんなついてこい。レジンで複製するよ。さあ、肩はこのようにうまくできました。で、まず、シリコンバリアっていう剥離剤、剥がれやすくなるという薬。これを中に塗っていきます。まあ意味があるのかどうかちょっとわからないんだけど、なんかたこ焼き器に油塗ってるみたいやな。動画概要欄に情報は載せておきますが、僕の使ってるレジンは2つの液を混ぜて使うタイプです。両方ともきっちりと重さを測ります。めちゃくちゃ混ぜます。とにかく混ぜます。さあ流し込んでいきましょう。溢れないように慎重に。つってたら端っこから溢れちゃったので、急遽粘土で塞ぎました。さあ気を取り直して2本目いきましょう。2本目は順調ですよ。3本目4本目といきましょう。これで乾くまでほっときます。一晩経ちましたとさ。レジンはまだ乾いてないので、こっち進めていきましょう。で、いろいろ想像してみたんですけど、多分ね、ここは切っちゃっていいと思うんですよね。ここもチューブラリンというか、別にこの下のパーツがなくてもいけると思います。っていうかもうなんならこの辺から全部切っちゃえば、この辺の造形も使えると思うので、多分切っちゃっていいと思うんですよね。落ちた。嫌がってるね。やけどに気をつけながらハンダゴテでグイグイ切っていく。ある程度切れたらもう手で折れます。反対側のパーツもガシガシ切っていこう。こっちも同じく折りまして、もっと切りますよ。じゃあいきますよ。皆さんお待ちかね、ジグソーチャンス。丸のこ4。それでこれをここにつけようと思うんですけど、まあガチッと収まりのいいところでこうですね。ここもぴったり合わせて、でここの形に沿ってラインを引きます。こんな感じで線が引けましたね。でここをノコで落とします。これはもうジグソーチャンスでも何でもない、ただの木材加工 DIY なので、もうちゃちゃっとやりますね。出たよ、バババババっていうやつ。ちょっと一回掃除するわ。いつもベランダでやってるからね、こうカメラに撮ろうとすると木くずだらけ。まあまあまあ一応ね、こうやって入るようになりました。で、これを戻していくんですけど、その前にちょっと音量ブーストってのやってみましょうか。まあ十分大きいから必要ないんだけどね。でもほら、これだとベルトとの連動性が関係ないから、ベルトから出る音とアイテムから出る音の音量差が激しいと、いいってなっちゃうので、普段はバランス取るの難しいんですけど、これはもう単品遊びができますから、音量はもう爆上げしていきたいわけですよ。この基板を見ていただくとわかるんですけど、R1、R2 ってありますね。R っていうのがレジスタンス抵抗ってことなんですけど、これをすっ飛ばすと音量が上がることが多いです。なので、待機音鳴らした状態で、例えば R2、ダメ。R1、でっかくなりました。なので、この場合は、この R1 というところをハンダで埋めてやればいいわけです。自己責任でね、本当はダメだよ。で、あともう一つ音量ブースト方法。この黒いスポンジを取っちゃって、100均でも Amazon でも売ってる超強力磁石。これまあ極があるから、反対にするとちっちゃくなる。ちっちゃくなったね。大きくなる方に合わせて、これでダブルで音量が上がりました。で、次にこのトリガーのところに来るスイッチなんですけど、これをこっからね、ズズズズズズズイっと伸ばして、最終的に持ち手をこんな感じでね、端っこに取り付けるつもりなんで、ここまで引っ張ってこないとダメなんです。導線はいっぱいありますから。まあこんな感じかな。必要な分だけ切ります。だけあればいいでしょう。この辺で切りましょうか。まあ導線をこうやって適当に絡めて、要は導線同士をこうするんです。こう。わかる？でそこにハンダを垂らして固めちゃうと。で、こうやってそれぞれにつなぐと、じゃあこんな長くなりました。ウェーイ！よし、じゃあ電子系の改造も全部できたので、ここに全部戻していきましょう。どうですか？今んとここれ楽しんでいただけてますか？結構不安なんですけど、いつものレーズバックルじゃないからね。はい、こんな感じではまりました。じゃあこれもグルーガンでくっつけましょうか。グルーガンをブリブリブリ。止めやすそうなこっからいくか。グルーガン手に当たってんねん。熱っ熱っグルーガン。俺の手とくっつかんでええねん。熱っ。まあでもゾンビブレーカーこんだけバラバラにしたら、そらさすがに恨みも買うわな。逆襲されて当然や。流し込めそうなところにグルーガンブリ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 いきます。まあ一応基本的にくっつきました。で、こっからが結構楽しい工程だと思うんですけど、この辺にね、うちに余ってるパーツをいろいろ思いつきでくっつけて、こう強度を上げていくのと装飾と両方やっていきます。まあこんな感じでね、いろいろありますよ、うちにはね。まあ、例えばこういうパーツをここにくっつけると、ダブルに寄せていくとかね、そういうこともできるわけです。まあやらないですけどね。逆に言うとこれはすごく難しい工程でもあるわけですよ。なぜかというと、ここに何をつけるかによって印象が全く変わってくるからです。だからパーツ選びは大胆かつ慎重
重に行きます。で、最終的にはジャマトバックルみたいにちょっと植物化してるところも入れつつ、機械っぽさを出していきたいなと思うので、例えばもう何のパーツか覚えてないですけど、こういうのも良さそうですよね。こういうモールドね。さあ、なんとなく使えそうなパーツをいろいろ出してみましたけど、こんなんジャマトっぽいよね。これもなんかモールド綺麗やから使えそうですね。過去の改造に使ったやつですけど、こんなんとかもいいパーツですよね。この辺にこう被せて、これいいかもしれないですね。グルーガンとビスでガンガン固定していきます。ここのギアの棒もなんか隠せたらいいですよね。ごめんなさい、上の作業用カメラがずっと撮れてなかったのでいきなり進んでます。本当にごめんなさい。とりあえずこんだけ進みました。あとはもうバーっと同じ要領でどんどん貼り付けていきます。で、全部貼り付けたのが、じゃーん、こちらでーすっていう動画もね、撮ってたんですよ。いやもうほんと皆さんごめんなさい。さっきこの辺までできてたでしょ。その後わーっと結構選んで時間かけて貼ったんですよ。その間に何が起こったのかわからない。もうカメラ止まっちゃってて、この持ち手をつけるとこもね、撮れてなかったんですよ。だからもうできちゃってんの。まだ塗装とかは、この先もっと工程があるからね、まだ動画は後編も見ていただきたいんですけど、いや、ショックですよ、ほんとね。この辺とかもちゃんと説明しながら撮ってたんですけどね。だからまあざっくり説明すると、元々のゾンビブレーカーと下の木材をくっつけるために、こういうパーツを橋渡しにしてビス止めをしました。これでもうがっちり固定されてます。でここにハンマーレイズバックルのハンマーをくっつけてなんか雲みたいになったとかね。これもさっき取れてなかったセイザブラスターの持ち手ですよ。ちゃんとビス止めして固定してあります。フルボトルのホルダーとかさ、このパーツでここのこの棒が目立たないようにとかね、ジャマトっぽいビーストドライバーのパーツとかさ、これでこの持ち手につなげてっていうので、持ち手の部分はこういう風にがっしりビス止めしてあって、グルーガンももちろんくっつけて、元々のゾンビブレーカーの持ち手がここまでなんですよ。で、そこにスターウォーズのライトセーバーのおもちゃのブレード部分をガコンって突っ込んで、そこにこうやってビス止めしてあるんです。反対側はスターウォーズの持ち手、切って加工したやつ。ここはゾンビブレーカーの前と後ろのカバーを両方並べてつけることで、同じデザインでの延長感を演出というね。もうね、いろいろ説明しながらがっちりやったんですよ。もうなんで撮れてないの？マジで意味わからんねんけど。まあ、裏は今のところこんな感じですけど、ナーフを改造した時のこういうパーツの余りがあるので、そういうのを大まかに貼り付けていこうかなと思ってます。そんな感じで前半戦はここまで、後半は塗装して、また植物つけて緑化して完成まで持っていきたいと思います。本当に皆さんごめんなさい。ぜひ次回も見てください。それと撮影ミスっといておこがましいですけど、チャンネル登録ぜひともお願いします。じゃあまた。